ヴィンテージデルアドバイザー藤原です。ですね、久しぶりに2年ぶりですかね。今日はローズボールに来ました。いやー、フリーマーケットかなり疲れたんですけれども、今日ですね、実はものすごいスペシャルをゲットできたので、G ジャンですね、今回 G ジャンのスペシャルをかなりゲットできたので、ちょっと今回この YouTube で紹介しようかなと思います。はい、ちょっと今日ゲットしたね商品、この床に置いてるんですけれども、もういいですかね。すみません、実はこれ、壁です。はい、ちょっと私の方でですね、新しくちょっとこういった、今回スタジオをですね、ちょっと制作作っていただきまして、ちょっとこの内装、こういった壁ですね、壁の紙を、こういった、いわゆるね写真を拡大して壁紙にしていただいて、あとはですね、ちょっとこの周り、これ実はですね、岡山の方で、デニムの生地をですね、作っていただいたのを、しかも少しだけね加工入れていただいたんですけど、はい、こういったのをですね、周りに全部、デニム生地を貼らせていただいて、実はお世話になっていますね、金丸さん、はい、という私もですね、もうお世話になっているんですけど、に内装をお願いしまして、こういう形で、新しいスタジオを作りました。金丸さんの方ですね、ホームページの方、概要欄に貼っておきますので、そちらの方もですね、こういった内装のご相談とかできるので、チェックしてみてほしいなと思います。それではですね、今日もね、僕はファーストを着てますけれども、G ジャン、今回はですね、こちら、セカンド、しかもですね、これブランケット付きです。517ですね、はい、517WX のレザーパッチです。そしてよく見ていただくと、カーパッチもねバリバリです。これは、水が通ってない状態です。なのでデッドストックの状態から、そのまま少し着ていたと、はい、このね袖あたり見ていただくと、もうやっぱりブランケット付き、はい、の方がですね、袖の部分こう分厚くなります。そしてもちろんね、デッドストックの状態からのりがついた状態で着ていたので、このシワがねもううっすら入っております。このままね着続けていくと、すんごい綺麗な蜂の巣ができるんだろうなって想像がつきます。そして、はい、ここのですねプリーツのステッチ見ていただくと、黄色いステッチ使ってます。これね、やはりセカンドでも初期の頃、はい、こちらが片面タブなんですね。セカンドの片面というのはですね、もう単純に53年、ほぼその1年のみかと思います。いわゆる54年からね両面タブになるというのが、通常もうディバスのジーンズの501の方でも言われています。なので G ジャンも同じですね。で53年スタートのセカンドということは、この片面タブというのはもう本当に1年、約1年しか製造されてないんだろうなと。はい、この片面に関しては、ここのねステッチがこう黄色いステッチを使うことが多いと思います。僕が今まで見てきたねセカンドの片面は、ここほぼほぼステッチが黄色、はい、後ろもね何も言うことない、もうパキパキの状態です。42表記なので、はい、当然脇、こちらは、はい、萩がついております。こちらね、セカンドは42からサイドに萩がつきます。もう水が通ってないので42でも結構ゆったり大きめですね。いかにこう縮み、水を通すことによって生地が縮む、あとこうブランケット付きってのはどうしても縮みが多く出てしまうので、結構これで洗うと、40ぐらいの最低になってしまうかなと。ただこれはね、もう本当に博物館級といいますか、ほぼデッドです。完璧なデッドをね、もう僕も、ちょうど1年前のね G ジャンの本発売の時にセカンドの、40のデッドっていうのをね販売させていただきましたけども、それ以来、G ジャンのセカンドのデッドは見てないです。これは水が通ってない状態、ノーウォッシュの517、しかも片面です。そして今回今一番人気ですかね、はい、S506WX はいわゆる対戦モデルです。第二次世界大戦の対戦モデル。そしてこれねちょっとねリモートとかリペアが入ってるんですけれども、サイズがねいいんですね。元の表記は44、
いいですね。44縮みです。これもう1個上の46だったらティーバッグです。はい。対戦モデルフラップなしの、はい、月ケージボタン4つ、はい、しかも月ケージボタンですね。襟元とね袖口とかにもねリペアが入ってるんですけど、言っても対戦モデルです。はい、あとね一つちょっと袖のね右側のボタンが少し取れてしまっているんですけど、ちょっとここにね忍ばせてます。はい、リペアがねできたらいいのかなと思って、そして後ろ新地バッグが、はい、ちょっとねこの新地バッグこの大きいタイプなので、おそらくですけどここステッチリステッチ入ってるので、多分このバッグの金具だけは少し交換されてしまってるかなと思います。でもね対戦モデル、僕のこの G ジャンがこれ実は46縮みの、ティーバッグです。ただめちゃめちゃ縮んでしまってるので、多分これとこれほとんど着た感じは変わらないと思います。それぐらいでこれ大きい対戦、素晴らしいですね。はい、そしてもう1枚対戦モデル、すごいですね。はい、こちらはねリーバイスボタンの方ですね。はい、リーバイスボタンの対戦モデル、当然ボタンが4つです。そしてポケットのフラップがないタイプ。はい、G ジャンのね本の方にもいろいろと書かせていただいてますが、はい、こちらバックルがシルバーのこれピカピカですね。これユリバックル。はい、基本的には、自分のこの G ジャンがですね本にも載せさせていただいたんですが、実は対戦モデル直前41年もしくは42年頃の G ジャン、そしてこのモデルからこれになったという、はい、最初はリーバイスボタンだと思います。はい、リーバイスのボタンが4つになりました。そしてフラップが削られました。これが再戦モデルのいわゆる最初の頃、42年8月以降の、ディティールですね。はい、これがですねサイズが、今測らせていただいたらちょうどね40縮み、実寸が38ぐらいです。はい、そしてってことはこちらの、レザーパッチがね取れてしまってますけど、ここが表記多分40だと思います。はい、これもねダメージというダメージはそんなに見られないですね。しかも色も、濃いとは言えないですけど、はい、状態的にはかなりいいかなと。実はどうでしょうね、月ケージボタンっていう方が、見た目が分かりやすいですけれども、やっぱり42年から40、いわゆる5年を、42、3、4、5年までのこの対戦モデル中では、多分こっちのリーバイスボタンの初期と言われる頃の方が多分数は少ないと僕は思います。はい、あえてのリーバイスボタン、これもね対戦モデル S506WX ですね。ここのねステッチのこのズレとかよく見ていただくと、もうねやっぱりどうしても作りがね甘いですよね。普通ここまっすぐこう揃ってるはずがずれちゃってるとか、あとちょっとこのステッチがね太いとかっていうのも対戦モデルならではかなと思います。はい、そしてみんな大好き対戦モデルの中でもこちらが、月ケージボタン、そしてこちらは実寸を測ると40あります。ということはパッチの表記は42ですね。42縮みの対戦モデルです。はい、これもまたね色がしっかり残っております。はい、後ろも、バックルちょっとねあえて外しましたけど、これも綺麗なユリバックルですね。かなり綺麗ですね。そしてここの辺下の部分よく見ていただくと結構これねシワ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 って寄ってます。ここのデニムの部分、これねもしかしたら当時乾燥機に入ってしまったんじゃないかなと、結構ギュッと縮みが出てるんじゃないかと思います。はい、このねもうやっぱり今ファーストセカンドもそうですけど40アップというサイズで値段がどんどん変わってきてしまいます。42、44、46からねティーバッグになってきてしまうので、ティーバッグになるとちょっと値段がね
もう3桁でも本当にちょっと後半に入ってくるような値段を言われたりします。この対戦モデル、はい、状態いいですね。これあとね一つ、今回こう対戦モデルが入った中でこれ2枚ですけれども、よく見ていただくと、はい、これ、G ジャンの方に書かせていただきましたリーバイスのファースト506は基本的にここのサイドのステッチは袖口ですね、2本です。ただこの対戦モデルは1枚袖ですね。1枚袖、これ僕本の方でですね、比べさせていただいて解説も書かせていただいたんですけど、多分僕お店の中で、見てきて多分30枚もしくは50枚に1枚ぐらいの本当に枚数しかないと思います。そしていろいろとですね調べさせてもらってもやはり、例えば年代で1枚袖なのかサイズで1枚袖なのか、ティーバッグはね46以上はティーバッグっていうのは分かるんですけど、何のためにこれ1枚袖にしたのかっていうのはちょっと理由が、分かりません。工場によって違うんじゃないかとかそういうね説っていうのは作れるんですけど、年代でもなく本当にね30年代のファーストにも1枚袖が存在します。そしてサイズが36のもあれば、大きい44の、1枚袖もあったり、ちょっとここはねまたどういうふうなね解説で説明でも本当に数が少ないレアっていう言い方ではこの1枚袖ってこれからもねちょっとこうプレミアつくんじゃないかなと思います。僕的には、ね、見た目は結構正直な話1枚袖かっこいいと思ってます。はい、このね対戦モデル、こっちのリーバイスボタンの方は1枚袖です。じゃあこちらの対戦モデルも、大きいサイズですね。これも見てください。このいびつな太いですね。サイズもガタガタだし、はい、普通はねもうちょっとこう整ってきます。自分なんかのはこちら古い方なのでちょっと細いんですけど、すごい綺麗なんですけども、対戦モデルはもうぐちゃぐちゃですね。はい、こういったのもねまた対戦モデルの一つの良さなのかもしれません。さあ今回ナンバーワンだと思います。もうこの色を見ていただくとちょっとまず立っちゃいましたけどね。はい、僕もね何年ぶりでしょう、506WX の、ファースト、ちなみにデッドストックになります。はい、去年のね、G ジャン本の発売の時に38というサイズのデッドストックを2枚出しました。販売させてもらったんですけど、それは裏がですねバックルがスライドタイプ、50年代入った時のファースト。ただですね面白かったのが2枚入ったうちの1枚が1枚袖でした。それ1枚袖っていうのはやっぱりレアですっていうふうにお伝えしたんですけども、今回のこちらは、はい、サイズが40です。40の水が通ってない状態。少しねレザーパッチ自体は少し茶色くはなってますけどもうパキパキです。はい、そして、G ジャンの本をね読んでいただくと分かるんですけれども、はい、ここの正面からパッと見た時に、この G ジャンが大体何年モデルなのかなっていうのは分かると思います。先ほど言った後期型50年代、後ろがスライドになったタイプはこのボタン横のこのステッチですね、四角いこのプリーツを留めてるステッチがボタンの真横に来ます。ただこれずれてますね。そしてステッチがオールイエローです。オールイエローの、ファーストといえば47年モデルですね。はい、もう S506 ではありません。フラップもついてますしボタンも5つに戻ってます。はい、ただそのステッチがですねオールイエローステッチを使っている上に、はい、一応ですねここちょっと針通してたかなっていうところはあるんですけどもう外しております。そしてこのバックル、この大きいバックルですね、これはいわゆる47モデルから使われている、いわゆるね皆さんがハリハリって言われてる年代はこの47モデルのバックルになると思います。はい、
もうね、久しぶりです。その38のファースト2枚もすごかったんですけど、1年前のね本の発売の時は実は針のファーストは出してません。皆さん当然ですけどね、針がいいです、針がいいですってやっぱりいう話になってしまうんですけど、もう本当に今ねファースト自体こんなデッドストックの状態出てくることまずないですね。ジーンズね 501WX 自体はもう本当に減ってきてますけれども、まだパンツの方はデッドってね言ってもまだちょこちょこは見かけますが、このジャケット G ジャンの方のデッドというのはもうほぼ見たことない。そして今回ちょっとね重い力を込めて言えるんですけど、こちらのファーストも1枚袖なんですね。これはねもうちょっとびっくりしました。ちょっとねお値段もね今ほんといくらにしようかなって悩んでおります。まあもうこんな状態で今後僕はファーストのデッドだから出会えるのかなと。この辺ちょっとね若干だけこれ裏見ていただくと少しこうシミがあります。やはりアメリカのねやっぱジーンズショップのバックルームにどうしても眠ってたとか、そういう保管されてた場所の環境で例えば雨漏りがしてたとか、湿気ってよく言うんですけど、その雨漏りしたところがここに多分頭当たってしまってこういうふうにちょっとシミになってるんですけど、こういった若干だけねうっすらシミっぽくなってしまったとしたらもうあとは一切、ここはねこれからダメージが出てしまうことはないと思います。もうデニムの生地しっかりしてるので、このでもインディゴのねこの47モデルの頃のバリバリ濃いインディゴはしっかり残ってますね。サイズ40の、ファースト自分が合わせ、自分が着るとねやっぱさすがにちょっとぴったりします。 T シャツ1枚でこの素晴らしいファーストのデッド、さあいくらつくんでしょうか、お楽しみに。お客様からこういったパッチがねない、ファーストだったりセカンドの G ジャンの、要はサイズですね、これ何インチですかという質問をよく受けるんですけれども、ジャケットの場合ですねやはり皆さん脇とかね、丈とか袖丈とかはもうよく、測って、ウェブとかですねそういった掲載されるところが多いんですけれども、実は、ね、ここのジーンズと同じです。ウエストの部分ですね、この裾の部分、ここボタンを止めていただいて、通常に測っていただきます。これインチメジャーですね、ちょっとヴィンテージなんですけど、インチメジャーでこういうふうに測ります。そしたら今このサイズが20という表記なので、これそしてウエストこれぐるっと一周する計算になります。なので 20×2 ということで40インチ、これは今40インチというのがね実寸としてのサイズです。インチっていうのはですね、1インチっていうのは、センチでいうと 2.54 センチですね。なのでもしねセンチメジャー、日本はセンチメジャーが多いのでセンチメジャーで測った場合はかける2をしていただいて、それ割る 2.54 ですね。という計算していただくと大体ここの実寸サイズが出ます。その実寸サイズ、これをですねまたねさらにグッと思いっきり引っ張った時が、デッドストックの元のインチになります。なので、プラス2をしていただくという形でこの G ジャン、先ほど測ったらちょうど下が、40インチなので元のパッチは42というのが分かります。皆さんこれをね、実践してみてください。このね今日ローズボールでゲットしたスペシャルジャケット、近日ね、販売予定です。ちょっと値段には悩んでおりますので、乞うご期待ください。